この動画のあらすじ。夜勤で働く女のお給料日車中泊。雨だったけど快適な車内の中で1ヶ月お仕事を頑張った自分にたっぷりご褒美をあげちゃいました。ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。私は静岡県で夜勤のお仕事をしています。今日はお給料日だったので、一人で森の方に行って車中泊をしながら1ヶ月頑張った自分をねぎらいたいと思います。あいにくのお天気でちょっと雨がパラパラ降っています。この道を走るときはいつもドキドキしちゃいます。なんか動物とか出てきそう。無事到着しました。今は雨が降っていないので急いで車中泊の準備をしようと思います。足元がだいぶぬかるんでいるので転ばないように気をつけます。今日も動物たちが元気いっぱい叫んでいてちょっぴりドキドキします。雨でも元気ですごい。それでは車の中をフルフラットにしていきます。 N 版は助手席がパタンと下まで畳めるのですごく車内が広く使えていいです。力技で頑張りました。運転席もフルフラットにしていきます。ちょっと独特なやり方をしていて、ベッドキットを一旦分解してその中に運転席をパタンとしまっています。そうするとハンドルのギリギリまで場所を使えるのでとっても広くてめちゃめちゃ快適です。これで車の中がフルフラットになりました。雨もパラパラ降ってきたので、あとは車の中でまったり過ごすことにします。DIY したちっちゃいテーブル。組み立てる時に嫌な音がするんだけどとっても便利なテーブルです。まっすぐ足を入れるのがちょっと難しい。これで OK。 スノーピークのリトルランプノクターン。ランタンをつけると一気に癒しポイントが溜まっていきます。そんなほっこり空間でお給料袋をチェック。よくコメントで看護師さんや介護士さんですかと聞かれますが、私は夜勤の流通業で働いています。夜中の2時からお昼の12時までのお仕事でずっとその時間帯働いています。夜中に働くのはちょっと大変だなって思う時もありますが、
なんか忍者みたいでかっこいい気がします。今日はマキネッタを持ってきました。これで美味しいエスプレッソを入れて美味しいスイーツを食べたいと思います。なんだか使うの久しぶりな気がします。外のレギュレーターストーブ、今回はコーヒー豆はお家でひいてきました。マキネッタの中にポフポフ入れていきます。こぼさないように慎重に。最後にギュッギュッと押し付けて、これで OK です。エスプレッソ久しぶりすぎて合ってるかちょっと心配なんですが、大丈夫なはず。マキネッタはコーヒーがコポコポ出てくるのを見ることができるので、すごい楽しくて大好きです。さあ、出来上がりました。ド派手にこぼしちゃいましたが気にしない。スタバで買ったかわいいだるまさんのマグカップです。私の好きなケーキランキング第3位のショートケーキ。ここに来る前にシャトレーゼで買ってきました。ショートケーキのいちごは最初に食べるタイプです。入れたてのエスプレッソ、熱くてあんまり飲めませんでした。本格的に雨が降ってきましたが、車の中で雨音を聞きながらケーキを食べるのはなかなか楽しいです。このコップかわいいんだけどちょっと飲みにくいです。飲むの下手くそすぎてニットにコーヒーこぼしちゃいました。これ買ったばかりで初めて着るお洋服だったのでちょっとショック。ウェットティッシュでゴシゴシしたらいい感じに薄くなったので、まあいいかなって思います。
雨の音を聞きながらちょっとだけお昼寝タイム。ポテトを枕にして雨の音を楽しみながらちょっとだけ横になります。だいぶ暗くなりました。雨は止みそうにありません。そろそろお夕飯の準備をします。今日はアイアンメスティーを使ってお料理をしていきます。今日のお夕飯はこれです。じゃん、すき焼き。好きまでしか映らなかった。エバラのすき焼きのタレを使って作っていきます。最初に長ネギを炒めておきます。お肉は近くのスーパーで美味しそうなものを買ってきました。たくさん食べたいので大きいやつを選んじゃいました。すき焼き大好きなんですが、自分で作るのは初めてなのでちょっと緊張してます。絶対に失敗したくない。タレを入れたらお野菜を入れて煮込んでいきます。お野菜はお家で切ってきました。白菜とえのきとしいたけとかを入れています。そしてお豆腐を入れようと思ったら思いっきりお水をこぼしちゃいました。お水は凝固剤の中に入れて固めて持って帰ります。全部素手でやっててなかなかワイルドなお料理です。具材が全部入ったので一度蓋をしてぐつぐつ煮込みます。さあ出来上がりました。すき焼き、いい香りでたまらないです。まずはビール。なんか給料日といえばプレミアムモルツっていう感じがします。綺麗な泡を作りたいので本気で集中してビールを注いでいます。以前コメントでビールの綺麗な注ぎ方を教えていただいたので、それを再現しようと頑張っています。できた。今までで一番綺麗なビールだと思います。コメントで教えてくださった方々ありがとうございます。それでは卵をしっかり溶いてお肉を食べたいと思います。それではいただきます。美味しすぎて震えちゃう。車の中ですき焼きパーティー、最高に楽しいです。豆腐が熱すぎる。
と口の中やけどしました。2本目のビールはこれ、静岡爆酒。もうちょっと泡が多い方が良かったかなと反省。今日はちょっとこぼしすぎな感じです。すき焼きとビールの組み合わせは最高にたまらないです。すき焼きをたっぷり楽しんだら、締めにおうどんを入れます。うどんがなかなか開かなくて一人で笑ってました。残ってたお野菜も一緒にグツグツ煮込んでいきます。卵をトッピングしたらしばし待たれよ。ちょっと隅っこからこぼれちゃったけど、最高の締めが完成しました。すき焼きの締めといったらやっぱりおうどんだなって思います。最高に美味しいです。お酒もたくさん飲んでお腹いっぱいになってあぐらをかいちゃいました。ごちそうさまでした。今日飲んだお酒はビールが4本。さっとお片付けをして寝ます。おやすみなさい。夜、なかなか雨が本降りで何度か目が覚めましたが、雨の音を聞きながらゆっくり夜を楽しむことができました。そして朝になりました。おはようございます。たっぷり寝たんですが、寒いしちょっと起きたくないなっていう気持ち。今日は電気毛布にくるまって寝ていました。寝袋がなくても暖かくてよく眠れます。よし、お腹が空いてきたからそろそろ起きるか。エアマットの空気を抜いて車の中を片付けていきます。空気を抜くのが結構楽しい。最後に丸めて紐で結んでおしまいです。ランタンをつけて朝のコーヒータイムを楽しむことにします。朝は簡単にお湯を沸かしてインスタントコーヒーを飲みます。素手で触ったら思ったより熱かったです。このカフェラトリーはお気に入りで、お家でもよく飲んでいます。
しっかり目も覚めてきたので朝ごはんを作ります。朝は昨日のすき焼きのお肉の残りを使って肉巻きおにぎりを作りたいと思います。お膝の上にお肉を落としちゃってびっくりしたんですが、ちょっとびっくりしすぎました。本当に今回はいろいろ落としすぎです。でも気にしないでそんなお肉も使っていきます。これはネットでやり方を見てすごく美味しそうだなと思って真似してるんですが、なんかあんまりうまく再現できなくてドキドキしてます。テーブルの上にお肉が乗っかっちゃってますが、全然気にしてない。ズボラすぎます。このお肉の中にお家から持ってきた玄米を詰め込んでいきます。ギュッギュッと詰め込んだら、それをお肉で包んでいきます。包み方が雑すぎる。最後にギュッとプレスして、これで形が整うはずです。早速これを鉄板で焼いていきます。思ったよりいい感じの三角で嬉しいです。お肉の焼けるいい香りがします。手でひっくり返そうとするやつ、ちょっとうまくいかなくてわたわたしちゃったけど、なんとかなりました。すき焼きのタレをジョワッとかけたら完成です。ちょっとお肉がペロンってなっちゃったんですが、上出来な感じ。目玉焼きも焼いていきます。スクランブルエッグにしようか目玉焼きにしようか悩んだんですが、ここは簡単な目玉焼きで。鉄板からお皿に移すのにうまくいかなくて一苦労。最後の最後でべちゃってやっちゃいました。残念。肉巻きおにぎりプレートの完成です。それではいただきます。とりあえずまずはお野菜から食べる。生まれて初めて作った肉巻きおにぎり、美味しくて目を見開いちゃいました。お肉がジューシーで本当に美味しいです。お肉を焼いた後に目玉焼きを焼いたので、お肉のうまみが目玉焼きにも移っていて、すごく美味しい感じがします。あっという間にごちそうさまでした。朝からがっつりお肉を食べちゃいました。最高に幸せです。軽く食器を拭いてお片付けをします。雨が結構降ってるけどお腹がいっぱいなので、ちょっとだけお散歩。自然いっぱいなところを歩くのはとっても楽しいです。
雨の日のお散歩もなかなかいいと思う。転ばないでしっかり帰ってくることができました。ずっとここにいたい気持ちだけど、そろそろお家に帰ります。最後までご視聴ありがとうございました。車の中で火を使うときは念のための火消しスプレーや一酸化炭素チェッカーを使っています。皆さんももし車の中で火を使うときがあれば、安全第一で換気をしっかりしてアウトドアを楽しみましょう。この動画が良かったなって思う方はチャンネル登録や高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。